こんにちは、ジャイアントストア熊本の近藤です。今回ご紹介するのはクロスバイクの代名詞2024年モデルで新しくなったエスケープ R3 のご紹介です。第5世代として生まれ変わりましたね、エスケープ R3 なんですけども、今回いろんな部分が見直されてですね、フレームだったりパーツだったりが新しくなりましたよというところ、どの辺が変わったのかっていうのをご紹介していこうと思います。主な変更点は3つありますね。1つ目は一新されたフレーム。以前のモデルと比べるととてもシンプルな形状になりました。これまで扁平加工され特徴的だったトップチューブやダウンチューブなどが円柱形型、丸型のパイプへと変更されましたね。シンプルですっきりした見た目のデザインになりました。そしてもう一つ見た目的なところでいうと、ハンドルステムが変わって以前のモデルと比較して角度が5度アップしており、これまでよりもゆったりとしたポジションで乗ることが可能となっております。2つ目はタイヤ。エスケープのタイヤは発売当初 28C でしたね。それが2020年モデルで 30C へ変わりましたね。そこからさらに太くなって今回の R3 は 32C へと変更されました。タイヤが太くなることでスピードは若干落ちるかなと思うんですけど、その分地面からの突き上げが緩くなったり、段差を乗り越える時も楽になり、乗り心地が良くなるわけですね。走行時の快適性をアップするための変更ということになりますね。3つ目がパーツ類の色の変更。こちら見てもらうと分かりやすいですね。これまでのモデルはシートポストやハンドル、ギアクランクなどがシルバーで構成されていました。今回から全てブラックになりましたね。これが好みが分かれるところでもあるのかなとも思うんですけど、黒になったことで見た目が引き締まってとてもかっこいいと思います。もちろんこれまでのシルバーがいいんだよって方もいらっしゃいますね。その方は、2023年モデルのエスケープリミテッドバージョンがまだ少し残っているかなというものもありますので、そちらを選ばれてもいいかなと思います。ただこのリミテッドモデルだんだん数が減ってきていて、現時点ではもう物があんまりないですよというふうになっています。このようにさまざまな変更を加え、2024年モデルは第5世代のエスケープ R3 へと生まれ変わりました。それでは簡単にスペックを見ていきましょう。サイズですね、4サイズ展開ということになります。140センチから185センチまで4サイズでカバーします。カラーは5色展開ですね。ブルー、ホワイト、レッド、ダークグリーン、マットメタリックブラックという展開になります。マットメタリックブラック、なかなかかっこいいと思います。これまではエスケープ R3 には、マットなブラックというものが存在しませんでした。人気色になるんではないかなと思います。重量は 11.1 キロ。フレームはアラックスグレードのアルミ。ハンドル、ステム、ハンドルバーはどちらもアルミ。フォークはスチール。コンポーネントはシマノアルタス。ブレーキレバーとシフター、これ一体のものですね。シマノが使われています。ブレーキはテクトロのものが使用されています。ギアクランクはプロホイールのものを使用しています。カセットスプロケットはシマノ HG41、8速のものですね。11丁から32丁という構成になっています。シートポストはアルミで、サドルがジャイアントスポーツとなっています。ちなみに今回から採用されたジャイアントスポーツのサドルはユニクリップシステムには対応していませんのでご注意ください。タイヤはケンダの K ウエスト 700×32C。 このホイールでいうと止める部分のネジが変更になりましたね。クイックレバー方式に変更となりました。付属品はベルト、ペダル。ちなみにペダルはこれまでのアルミからプラスチック製に変更されています。今回は新しくなった2024年モデルのエスケープ R3 を紹介してきたわけですが、24年モデルのエスケープについてはいろんなところで、ネット上 YouTube 上でもたくさん情報が上がっていますけれども、5代目エスケープかなりコストダウンをしてきたなというふうに思います。
ここ数年ですね、世の中の物価上昇、それから円安の影響もありますね。自転車の値段どんどん上がっています。それで、2023年モデルはですね、このエスケープ R3 79,200円まで値上がりしてしまったんですね。しかし2024年モデルはですね、税込み66,000円というプライスで約 20% も値下げされ、ジャイアント頑張ったなというふうに私も思います。いろんな部品がですねコストダウンされたりしてちょっと残念だなという声ももちろんあるんですけども、なぜここまで値段を下げなければいけなかったかというとですね、やはりジャイアントにとってエスケープという自転車、これ初めてクロスバイクを買おうかなという方に、一番おすすめできるバイクだと思うんですね。そのバイクが8万円近い金額になってしまうと、スポーツバイク乗ってみようかなという方がとっても躊躇してしまう、減ってしまうわけですね。これジャイアントだけの話ではなくて、業界全体の話としてですね、スポーツバイクに乗ってみようかなという方が減ってしまうのはとてもよろしくないということで、今回さまざまな見直しとモデルチェンジを経て6万円台という価格に戻ってきたんではないかなと思います。じゃあどうやって値段下げるのということになるんですけど、やっぱりコストダウンをするしかなかったわけですね。コストダウンといっても決して悪いことばっかりではなくて、ジャイアントの開発の方もいっぱい考えて、頭を絞ってですね、この2024年モデルの R3 第5世代のものを発表したということになります。ジャイアント的には初めてクロスバイクに乗る方にコストダウンをしてもスポーツバイクの楽しさを味わってもらえるようにと考えた結果じゃないかと思います。ただそうですね、あえてマイナスなところも一応ご紹介しておきましょう。重量が 400g 増えていますね。これまでの 10.7kg から 11.1kg になりました。他にもサドルがユニクリップ対応のものから非対応のジャイアントスポーツになったり、ペダルがスチール製からプラスチック製に変わったりと、少し変更点はちょこちょこありますね。それでも先ほども言いましたように、スポーツバイクの入り口としてですね、このエスケープ R3 初めてクロスバイクに乗るよっていう方には十分なスペックですし、通勤通学、日常使いにはですね全く問題がないんじゃないかな、スポーツバイクで楽しいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。ちなみにですけど、エスケープの中にも R3 ではなくて R4 というモデルも今回同時に発表になりました。このモデルは、以前のエスケープ R3MS と呼んでいたモデルが R4 という名前に変わりましてで発表になりました。コンポーネントにマイクロシフト社製のものを採用したことで価格も 59,400 円とお求めやすいモデルになっています。ちょっとでも安くという方には R4 を選んでもらうといいかなと思います。私個人的には MS モデルと呼んでいたのが名前がゴロッと変わって R4 となったので、違いが説明しやすいかなというふうには感じています。こちらも初めてのクロスバイクにはおすすめの1台となっています。いろいろお話ししてきましたが、気になる方はですね、この5代目エスケープ実際にお店に行って確認してもらうと、見てもらうのが一番いいかなと思います。で例えばリミテッドモデル、ジャイアントストアだったらまだあるかもしれないですねと比較してもらってもいいですね。ただリミテッドモデルはだんだん数が減っています。もう例えば島のバージョンはほぼないですねとかいうのが出てきてますんで、だんだん物がなくなって店舗在庫のみになっていくんじゃないかなと思いますんで、でも見た目も良くなったり、日常使いには全く問題がないと私思いますので、この5代目のエスケープ R3 ですね、ぜひ、おすすめのバイクですよということになります。自転車って毎日乗ったり長く使うものですね。見た目や形、色で選んでもらうのも全然ありだと思います。ぜひジャイアントストアにお越しいただいてですね、たくさん店員さんと話してください。それからあなたの1台を決めてもらうといいかなと思います。お待ちしております。